ともと一人で始めた時は全然売れなくて、自分なりにその時に一番できたあれがみんなが寝てる時間に働くっていうところだったんです。日本一早く回転するラーメンってワード的に面白いなと思って。学生2つ行きまーす。はい、お待たせ。豚のロース。トマトネギ。はい。はい、すみません、いつも通りです。来年の1月にメンバーボイス入りラジカセに絶対濡れなくなる。超最強。お願いします。はい。このメールの判定は卵は1日で使うんですか？あれはもうここに今200個ぐらいあって、これはまた来週予備分でつけとけ。仕込みはだいたい朝2時ぐらいから。基本的にはそうですね。ただ今はもう1店舗やるんで、そっち僕メインでやってるんですよ。なんで、こっちは僕が最初早く来てスープとか立ち上げて、社員が後から来るんで、それまでに俺ができる範囲の準備したり、火つけたりスープの調整したりして、そこでもうバトンタッチして。新店の方はもう同じ時間からスタート、4時からスタートですか1時間ずれですね。はい。？5時スタート。5時4時55分。全然違う味ですよ。違うジャンルのラーメン。もう本当に隣、またのいわゆる二郎系みたいな感じです。はい。そうなんですね。この早い時間に始めた理由っていうのは？もともと一人で始めた時は全然売れなくて、最初はその普通のお昼の時間でやってたんですけど、なんか策を考えなきゃなって時に、いろいろ味は自分で変えたり、お客さんからアドバイスもらったりとかってやってたんだけど、なかなか劇的な変化はなくて、インパクトのあるね、変化をつけるにはどうしたらいいかなって悩んでる時に、ネットでこうやって見てて、なんかで日本一になればこう何かしら取り上げられてもらえるかなと思って、自分なりにその時に一番できたそのあれが
まあ、みんなが寝てる時間に働くっていうところだったんです。日本一早く回転するラーメンってワード的に面白いなと思って、それでこうやってネットで調べてたら朝4時にオープンする店はなかったんですよ、僕調べた当時は。だからこれやれば日本一だと思って単純に朝4時からでしたけど、それまでは何時スタートだったんですか？はい、一番最初は11時オープンのもう普通に3時でアイドル2時間休憩取って5時9時みたいな、まあ、いわゆる普通のラーメン屋さんみたいな形態でやってて、一瞬朝7時ぐらいに1ヶ月だけ朝7時ぐらいにオープンした時あったんだけど、もうそのまますぐ4時にシフトチェンジしたんで、それ朝4時に変えてからもう急にやっぱお客さんは増えた感じですか？めちゃくちゃ増えましたよ。その時ちょっとずつまあ味変えたりしてちょっとずつまあお客さん増えてたけど、まあ、そんな劇的に並んだりっていうのはなかったですけど、朝4時にした日にもう並びましたよ、初日に。まあそれは宣伝はしましたけど、朝4時からやるよって言って、でやっぱ需要があったみたいでバーって並んで、そこから結構バーって行きましたね。近所の方とかなんですかね？まあ、近所の人もそうだし、夜勤明けだったり、そんな時間にやってる店がないから、まあ、ある程度ちょっと距離があっても、まあ、限られるから、まあ、来てくれるじゃないか。だから最初は近所のね、そういう近所の夜勤明けの人だったり、そういう人だったけど、まあ、だんだん口コミとかでちょっと遠方からも来てもらったりっていうのはありますけどね。スープ3つあると思うんですけど、これってそれぞれどう違うんですか？これはもう呼び戻しっていう製法で、順番にこれが種スープで、ここから順番にこういう風に循環していく感じですね。で濃度を調整しながら濃いやつ薄いやつでどんどんこうやってぐるぐる回っていく感じです。今から使うのは左ですか？これが種スープで、これがメインでお客さんに出していくスープで、これが次ここからこう来て、これが空になってまた新しいから入れ替えて、次今度はこれが出来上がってきてこっちでこうなってで、次こういう感じずーっと。普段の仕込みは具体的に何をやられてるんですか？朝はそんなに別に何を仕込むっていうことはないんで、そのスープの立ち上げだったり、もう開店準備だけ基本的には。であとそういう食材だったり、まあ、うちトッピングとか多いんで、そういうのは営業中だったり、まあ、仕込み担当が分担して裏だったりバックヤードとかでやる感じですよね。やっぱスープが時間的にかかるんですかね？濃度の調整だったり味を出したりとかっていうところをやるんで、それは朝やる。あとはもう営業中に常に営業中に調整して作りながらやっていくんで。お忙しいのってやっぱり金土とか多いんですかね？まあ土曜日が一番、来客数的には土曜日がまあ一番です。その朝の時間帯から結構ずっとお客さん途切れないで来る感じですか？まあ土曜日はほぼずっと最後まで並びは切れない。平日はまあね、その多少の間のアイドルタイムとかありますけど、平日のやっぱりそのオープン直後は一気に来て、まあ基本的にまあその早朝がまあ一番そのうちで言ったらピークタイムは開店から大体7時ぐらいまでがピーク、その3時間がまあピークタイムです。
まあ、朝だとこの朝飯セットはいはいはい。がやっぱ人気なんですか、それとも普通のラーメン系が。朝飯セット、昼飯セット、満腹セットっていうネーミングは設定はするんだけど、まあ小並大みたいなイメージで。基本的にはこの朝4時から昼飯セットを頼めるんですが、この昼飯セットが一番人気です。朝だからっつって朝飯セットが多いかっていうと、まあもちろん朝飯セット頼む方もたくさんいますけど、一日通して人気なのは昼飯セットです。まあ量的に言うと一番ちょうどいいのは昼飯セットなんですよ。朝飯セットはちょっと軽くなってきて、満腹セットは結構がっつり食べる感じなんで。小畜梅みたいなトッピングいっぱいあると思うんですけど、店長さんのおすすめというか好きな食べ方とかありますか？おすすめはね、やっぱうちでまあ人気なのは結構紫玉ねぎとか、あとネギミックスで白髪ネギと青ネギをミックスして、まあ、従業員に人気なのは薬味増し、紫玉ねぎ、その辺とかね。このトッピングは最初からあったんですか、それとも徐々に追加していったいや、これ結構で最初からあったっすよ。もう結構最初からもっとあったっすね。あ前はへーもっとこれ書ききれないぐらいあって、まあもともともっと下手したら倍ぐらいあった時期もあったっす。でかばった
キャベツが。ネギラも安いです。2つで25で。はい、お待たせいたしました。はい、お待ちどうさまです。はい、お待たせいたしました。チャーシューの中です。みんなが揃うまで、もうちょっとかかるから、コンビニ行く前にちょっと入ろうかと思って、入って大丈夫よ。ちょっと脱いでたら、入れますねって言われて、ちょっとなんか21時までに閉まる。はい、おめでとう。何しよう、もう21時まで。チャーシューまだもうちょいかな、まだやってない。これ釜で焼いてるやつ。これ焼き。でも余裕がある人。うまいけれども、ちょっと小さめってことである力士も良かった。ちょっと早めに寝て、次の日も早いのっていうわけ。泊まってた人らと全員で合流して。はい、お待たせいたしました。朝飯の玉ねぎチェックでございます。はい。はい。はい。そうなんですよ。で、コンビニも全然。初めてこんな仕事1時半までラジオやってた。1時半までラジオ桜橋に大変だった。はい、どうも。ありがとうございます。はい、毎度。はい、ありがとうございました。はい、すみません、いつも通りです。
鍋で。はい。になります。ありがとうございました。どうもありがとうございます。順番に朝炊いてるやつ次今度これを使って次でそのままそういう循環で回ってこれからは何を使ってるんですか？基本的には豚と鶏、豚骨と鶏ガラ、はいその種類はいろんなその部位を6種類ぐらい混ぜてるんだけど基本的には豚骨と鶏。チャーシュー麺、もじかし、レタスですね。はい、お待ちどうさまです。これ今炊いてるのがこれでもこういうああ、これだけホロホロになるんですね。まだ全然これはまだもっとこれはまだこれから中盤になってきた時はもっとどんどん炊いてまあ一応これはもう昨日からずっと炊いてる状態もう昨日からずっと炊いてて昨日から炊いてたやつが今この状態でこれはまだこれからまだ午前中のもうちょっと中盤になってきたぐらいから使い出すその後全種類の滝の皮持ち上げてこれはうちで使ってるチャーシュー豚のロースありがとうございチャーシュー味玉とネギ。はい。入ります。ありがとうございました。毎度。どうもありがとうございました。はい。お待たせいたしました。はい。
変を入れる FM93 13.6 の湿度 57.8% を記録17度まで気温が上がります。なんといっても昨日ですね、全米野球記者協会の総理の重さんでございますよね。日米ではい、反対したありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。よっしゃ。ありがとうございました。どうもありがとうございます。はい、満腹のネギトッピングですね。はい、ごちそうさまです。奥田民生さんとなんか歌の交換をしたと指名したでしょう。これが焼肉。これもう下処理したい。これはもう下味つけてもう1日漬け込んで、でこれで今やってる。その作業の3時間前に突然55年タイヤのこれを見て力をもらった。そのままふとですね、山口陽子さんと平尾正樹先生が私の先生なんですけど、これがね大好きなんです。これをそんなまあと有名なことになりますけどね。国合バイオコンサート来年4月24日金曜日東京犬舞美子坂井正明島津彩イルカです。明日は待ちに待った日曜日朝7時からは素敵な音楽とあなたからのはい、またいただきます。カトリック教会がお送りする心の灯火。はい、どうぞいらっしゃいませ。お待たせしました。そうね。あなたがありがとうございます。
ありがとうございます。毎度。お待ちどうさまです。お待たせしました。ネギ抜きでお願いします。はい、どうも。ありがとうございます。なんだろうな、主要を冷やしました。いろんな人間が有志が関係。朝崎じゃ頭にあります。はい、お待たせいたしました。ラーメン中盛りですね。こちらです。こちらどうぞ。こちらどうぞ。すいません。いらっしゃいませ。はい、お待たせいたしました。特製になります。はい、どうも、ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい。です。
朝飯しか食べて特製です。はい、どうぞ。ありがとうございました。いきますよ。はい、行きます。よろしくどうぞ。はい、おかえりなさい。一盛り。日本放送徳光和夫特盛火曜サタデーです。町山さゆりです。お申し込み方法です。詳しくは日本放送のホームページ。兄さんね。兄さんです。あなただけのみんなの終わりが心に消える枯葉舞い散る中通り日曜朝のリラクゼーションタイムイルカのミュージックハーモニー東京都草津ソーラの徳光和夫の紹介祭が出演いたしました。それから坂井久美子さんでしょ、タブレット13ベイビーブーさん、この皆さん前回出ていただきましたけどですね、今回新たに出ていただいて坂井中という方でございますけど、結構かなり増えてる方ですね。独特の歌がね、強い人気を超えます。もちろんね、話が面白かった。さらにですね、司会者としましての手話ももちろんでございますけれども、歌手としましても素晴らしい歌。はい、お連れさんどうぞ。覚醒2ついきまーす。カタカタ。どうぞ。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうも。はい、もう1名さん、どうぞ。バイト。お待たせいたしました。特製ラーメンですね。その関連という方は TVer でご覧になりたい方やラジオから見たいな歌詞帳ラジオの刀剣のカメラ幸いラジオは救い
ります。家で欲しいですはい、スポット。もう一個。これ相手、ポット。